フラッシュディスクランチの椿正雄と申します。ロスにねフラッシュっていう昔からの店でゴスペルコーナーがドーンって何列もあるような、その店がかっこよかったのかね、レコードやって結構たまり場みたいなところになって、近所の連中が飲みながらレコード別に買うわけでもなくゴロゴロしてる感じで、夜遅く行ったらその酔っ払いにちょっと絡まれて適当にあしらいながらも困ってるとこを、そこの店長がまあお客さんだからそうするだろうけど助けてくれたみたいな形になってて、それもちょっとあってフラッシュっていうのはかっこいいなと思ってて、であと始める時にね、昔レコーダーで一緒にバイトした深田美っていうやつが、店の名前なんてどうでもいいんだと、ロゴさえかっこよければいいんだみたいなことを言って、でちょうど代官山にハリウッドランチマーケットっていうのがあった。なるほど、こういう風にね単語3つじゃないですか。複雑っていうか、吉田レコード、当時ねそういうの入った椿レコードとかね吉村レコードとかね、そういうのどうかなとかいうのもあったんだけど、それ当時流行ってるから却下でね、ランチっていうのはね、アメリカに行くとスーパーとかの店先にこうクレートとかなんかに入って野菜とかゴロゴロって売ってて、スーパーじゃなくてランチマーケットって要するにそのポップがかっこいいですよ。99セントとか1ドル90太字でこう書いてある、その感じがかっこいいなって気に入ってて、綺麗に棚に並んでるんじゃなくて、もうそこに無造作に出て安く叩き売ってるっていうのがかっこいいなと思って、それもあってランチっていうのもちょっといいなと思ったんですけど、食事するとこだと思ってる人とか、今でもランチは昼飯のランチって書いてくれる人もいるし、結構間違えられやすい。小学校終わって中学に入るまでの間にアマチュア無線のね免許を取ったんですよ。である日うちの親父がそのステレオのセットを買ってきて、箱に 50Hz って書いてあった電気のことなんだけど、それを見た、もしかしてうちの親父なんでか知らないけど俺のアマチュア無線の受信機を買ってきてくれたんだと思って、やったと思って、で開けたらそれはレコードプレーヤーとアンプとスピーカーの小さいコンボだった。当時は別にそんな興味なかったんだけど、なんだみたいな感じで、特に音楽好きな人じゃなくてイージーリスニングのレコードでね、レオンポップスって分かります？学校とかでもねビートルズとかなんとかちょっと話題になったりして、でシングル版をまず最初に買ったんだ。すごい迷って、ポール・マッカートニーのアナザーデイとジョージ・ハリソンの美しき人生とリンゴ・スターの明日への願い、この3社で迷ってポール・マッカートニーを買ったのとかなんとか言ってるうちに、うちの兄貴もちょっと興味が出てきてみたいで、ビートルズのレコードを買おうって言って半分ずつお金を出して買ったのね。2割引きだか3割引きだから買えるってことで大学の生協で頼んで、それを買って、そっからぐらいですかね、下北で店をやろうってなったのは、やっぱり俺店始めたのが渋谷にタワーレコードができた頃で、俺当時レコードの卸屋さんで働いてた、卸屋にいたからいろんなお店のことを知ってるわけですよ。同業の人のとこは直接は知らないけれども噂で知ってるわけじゃないですか。でそのインポーターとか、あと大きなレコード店のいろんなところから人が引き抜かれてタワーレコードに入って、すごい勢いだったんですよ、歌川町の店で。人の流れがある程度あったから、やっぱり渋谷でやるしかないな。でみんなタワーレコードまで来るわけだから、タワーレコードから何分って考えればいいやと思ってで探したんだけど、やっぱさすが渋谷で駅から15分ぐらいかかって、もう住宅地の中の、でもやっぱり家賃はまあまあそんな安くなかったのね。で予算がすごい限られてたから、だったらもう下北でいいかと思って、ここはほら一番よく知ってるし、地味でお客さんも少なくて暇だったけど、でもそれなりになんとか我慢できるだろうし、我慢すればきっと来るんじゃない、お客さんが来るんじゃないかなと思って、で下北でしょ。仕入れはアメリカに行って買い付けてくるっていうのはもう最初の考えで、アメリカに行ってレコードを買い付けて日本に送って売るっていう商売が成り立つのかどうか下見に行ったんですよ。マンハッタンっていうレコード屋は警察署の裏にマンションの一室であって、で教わって行ってみたら確かに欲しいレコードはいっぱいあるんだけど、買える値段ではない。欲しいレコードは大体8,000円とかするから、多分ね81年か82年に1回アメリカに2ヶ月ぐらい行くんですよ。で2ヶ月間でその貯めたお金を全部レコード毎日ライブ見て全部使い果たして、レコードごっそり買って、で帰ってきて、で今度その買ってきたレコードを委託で売りながらまたバーテンやって、でお金を貯めて、とにかく考えたのはどうやったら安く売れるかっていうことだったので、そうするとまずまとめて送る。それもまとめて船便で送るんですよ。新婦はエアで送って、給付は船便で送る。タイムラグがやっぱり1ヶ月ちょっとあるんですよ。でも船便で送ると安いんですよ。でそれ知ってたから100万かかって5,000ドル分の仕入れできたとすると、大体2ドルで仕入れれば1,200円ぐらいで売れば、中古版屋的には利益があるよみたいな感じでしたね。でそれをだんだん少しずつコストをかかんないように泊まるところも安いところとか、ひどい時はこれ泊まって寝て次の日に移動する代わりに夜移動すれば宿代もかからないし時間も浮くなっつってそういうこともやってましたね。途中のドライブインとか寝たりとかして、危ない目はちょっとありましたけど、まあそんなひどくはないですね。
一回飛行機乗り遅れたことがあって、要するにレンタカーを借りて、帰り回るんですけど、それで送る分を全部船会社に運び込んだ後に手持ちで持って帰るんですよ。飛行機はチェックインバッグが2個まで無料だから2個持って帰ればいいんだけど、そこを考えて4個作って来て、早く来てカウンターに並んでる人で手荷物1個しかない人がいるから、そういう人を頼み込んで入れてもらうの。ある時だからなかなかうまく引き受けてくれる人がいなくて、もうギリになって行って戻ってきたら、搭乗口までいたらガラス越しに飛行機があるんだけどもう乗れませんっつって、でもその時もう帰る時にはもう持ち金全部使ってますから5ドルぐらいしか持ってなくて、ロサンゼルスの知り合いのうちにバスを乗り継いで着いて、次の飛行機に乗せてもらえることにはなったんだけど、それが翌々日で、だからもうお金がないからそこら辺公園ブラブラしたりして2日間過ぎたみたいな。基本的に初めは自分がいいと思うけど他であんまり売ってないものっていうことだったんだけど、だからジャズとかもいわゆるオルガンジャズとかそういうのしか初め売ってなくて、だんだん広がってきましたね。結局お客さんが欲しいものを売るっていうか、置いてみて売れるものを売ろうっていうことになりましたね。和物も全然置いてなかったんだけど、外人が増えてみんな言うから「いやちょっとそうなの?」っつって、そんなの別に聞くことないじゃんと思いながらやってるうちにだんだん少しずつ増えてきて、そうすると和物ってみんなほら情報を得てくるわけじゃないですか。達郎とか美奈子とかでみんな情報を得てないとかあるじゃないですか。シティポップの半径のやつを想像して聞いてるんだけど、そこにサウス2サウスをねじ込むとかね、あとそういう洒落たもんばっか求めてる人ばっかでもないから、これはちょっと日本のオリジナルのブルースのカルテットなんでアコースティックっていう方を勧めるとかね、面白いですよ。すごい喜んでもらえる。映画見て来た人いますけど、とりあえずね来て写真だけ撮る人はもう断ろうかなと。お買い物した後だったらいいよ。あともう一個最近考えたのは、この能登地震の義援金のこれを協力してくれた人も撮っていいって言おうかなとか思ってたけど、絵描いてあるのは勝俣ってやつがうちの看板を作ってくれて、すごく効果があったのね。だからそうかと思って、こういうものは役に立つんだと思って、サグラダ・ファミリアってあったじゃないですか。ここサグラダ・ファミリアにしましょうみたいなことを言い出して、要するにだからコツコツ少しずつ描いてって、ずっといつまで経っても完成しないけど少しずつ描いていくみたいな、いろんな人が来た時にこういうの描いてってっつって、だから数人の作品がランダムに並んでますね。ここですね、やっぱね。ここ実はスピーカーも全部ここに向けて置かれてるし、大体お店の中のことが把握できるんで、そうですね、ここですね、やっぱね。他の人が入ってこれないのもいいじゃないですか。